はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。皆さん、世の中って11次元だっていう話聞いたことありませんか？いやいや、世の中3次元でしょっていう風にですね、思う方もたくさんいると思うんですけど、実は超弦理論っていうものがあって、その超弦理論に基づいて計算すると、実は11次元が一番しっくりくるんじゃないかっていう話になってるんですね。もうこの時点でですね、世の中ってやばそうっていう風にね、思うと思うんですが、もう一つですね、やばい話をしますね。皆さん、1たす2たす3たす点々点と、要は自然数、世の中の自然数を全て足し合わせたら、その値は何になりますかね。もちろんですね、1たす2たす3たす点々点と全部足していったら、無限大に、発散しますよね。それでですね、正しいんですけど、実はですね、ある見方をすると、マイナス12分の1になるんですよ。いやいやいや、なんで正の数足し合わせてマイナスになるねんっていう話だと思うんですけど、実はですね、世の中はマイナス12分の1として動いてるんですよ。もうね、この時点でいろいろもうなんか何が何だか分かんないと。もう世の中って実はやばいんだよっていう話がですね、ここからね、分かってくるんですね。で、今回は、そのうちの一つのやばさである 1+2+3+ 点々点イコールマイナス12分の1。これにスポットライトを当てながら、最初はもう中学生とかでも分かるような内容から入って、徐々にですね、ちょっと解析接続とか大学でやるような内容の本当に端っこだけこう覗き見する感じで解説していこうと思うので、ぜひですね、最後まで見て、世の中ってやばい。11次元確かに11次元言われてみたら11次元な気がしてきたってね、なるかもしれないので、ぜひ見てほしいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずですね、1+2+3+点々点の前に、一つだけね、この1-1プラス1-1と、こういうふうに、プラス1とマイナス1が交互に並ぶような数列の和を考えてみましょう。この値って何になりますかね。結論から言ってしまえば、これ、1-1足す1と順番に考えていくと、0、1、0、1と、0と1の間を行ったり来たりするので、これですね、収束しないんですね。要は0と1を振動すると。振動するわけなので収束しないわけなんですが、これですね、ちょっとこのおかしなことをして、例えばこれ S っていうふうに置いたとしますね。で、同じように S っていうのをずらして書くと、1-1足す1-1足すとなりますね。なるほど。じゃあこれを足し合わせるとどうなるのって言ったら、左辺は 2S と。じゃあ右辺はって言ったら、マイナス1と1、1マイナス1、マイナス1、1。要は、こっから先全部消えるんですね。スパッと。ということで 2S イコール1になるんですよ。よって S イコール2分の1。ということで、こういう変なことをやってあげると S イコール2分の1っていうことになりました。収束しないって言ったのにっていうことで、ここでですね、何が一番いけなかったかっていうと、簡単に言うと、収束しないくせに S って置いちゃったってことですね。収束しないものを S と置いて、あたかも何かの収束値があるかのように見せて式変形をしていったから、S イコール2分の1っていうね、ちょっと変わった結論が導かれたわけなんですよ。変わったって言ったんですけど、実はですね、これ、ある意味では正しいんですよ。ある意味では正しい。どういうこと？これ解析接続っていうものをやってあげると、これ正しくなるんですね。いわゆる言ってしまえば、このですね、ルートをたどっていくと明らかにおかしいやろってなるけど、別ルートをたどると、実は S イコール2分の1、別ルートで確認したら、実はこれ合ってましたっていう感じなんですよ。なんかよくわかんないなというふうになると思うんですけど、もうですね、世の中はこう動いてるから、一旦これ OK としましょう。ぶっちゃけもう高校数学の範囲まででは、これ S イコール2分の1ってやったら×ですよ。×。もちろん、高校の数学のテストでやったら×なんですけど、一旦これ OK っていう過程のもとで進めていきましょうね。じゃあ次ですね、1たす2たす3たす点々点っていうものを考えていきたいと。これの値を求めていこうと。かなりですね、ガバガバになるわけなんですけど、一旦ですね、今のノリで証明してみましょう。じゃあまず何をするかっていうと、これですね、4倍してあげましょう。4倍。4倍してあげるとどうなるかっていうと、これ4たす8たす12たす16っていうふうになりますよね。で、それをですね、こう1個飛ばしに書いてあげましょう。4たす8、足す12足すと。
点点点。ここ5足す6っていうふうになるわけですよね。で、これを引いてあげると。引いてあげるとどうなるかっていうと、これマイナス 3s イコール 1-2 足す 3-4 足すと。こういうふうに s と比べると、このプラスの部分がここだけマイナスになっていくと、偶数番目だけマイナスになるっていう状況になりますね。じゃあもう一個ですね、マイナス 3s っていうのを考えてみましょう。これをずらして書いてあげると、1-2足す 3-4 足すと。こういうふうになりますね。これを足し合わせるとどうなるか。これ左辺はマイナス 6s。で、これは1引く1足す1引く1足す1引くと。こういうふうになっていくわけなんですね。1とマイナス1とプラス1とマイナス1。交互にやってくる。あれこれさっき2分の1ってやったよね。ということで、S はマイナス12分の1ということがこれで導かれるわけなんですよ。この S がマイナス12分の1だってことですね。この S がマイナス12分の1。そんなバカなと。このね、一番ダメなポイントは収束しないはずのものを S っていうふうに置いちゃってるから変なことが、導かれるわけなんですけど、はい。変とか言って、なんだこれはとバカにしてるかもしれないんですが、世の中はこれで動いてるんですよ。この話をどんどんしていきますね。皆さん、超弦理論って聞いたことありますかね？別名、紐理論っていうものがあるんですけど、紐理論、簡単に言うと、世の中のもの、どんどん細かく見ていったら、分子、原子、じゃあさらに細かく見ていったら電子とか陽子、中性子とかね、どんどん素粒子細かく見ていって、その行き着く先、一番の基本単位っていうものが紐だと。紐で世の中はできているんだっていうのが、紐理論なんですね。この紐理論によると、その紐の振動とかこういう動きによっていろんなものが生み出されてっていう、そういうね、ややこしい理論で、深入りはですね、しないんですけれども、その紐理論っていうものに基づくとですね、いろんなですね、計算が出てくるわけなんですね。その中の一つに、次元を D 次元、世の中は D 次元だっていうふうにした場合にですね、はい。どうやらこういうですね、式が出てくるらしいんですね。はい、1たす2たす3たす点点点かけ3かけ D-1 足す2イコール0と。こういうね、式が出てくると。D はディメンジョンの D ですね。で、この1たす2たす3たす点点点がマイナス12分の1だと。さっきの話を使うと、これ D 計算してあげると9になるんですね。はい。この9次元。で、それに加えて、その原動詞の力っていうものが生じたときにですね、一つ次元が増えたり、あと時間の次元を導入することによって、世の中11次元だよっていう風になったりするわけなんですよ。はい。っていうので、超弦理論11次元。いや、11次元なんて3次元でしょみたいなね、思う方もですね、計算上11次元になるからしょうがないみたいなね。じゃあどこに次元があるのって言われたら、実は3次元のやつをどんどん細かく微小な世界にしてあげると、いろんな他の次元が組み込まれてるみたいなね、ややこしい。もう想像つかないんですけど、もう計算上そうなるということなんですね。こういう計算上そうなるみたいな、ややこしいみたいなものがですね、実は微小な世界、量子力学とか、量子論とかね、量子の世界、めちゃめちゃ細かい微小な世界になってくると、そういったものが出てくるんですね。計算上、こういう1たす2たす3たす点々点とか、無限はですね、そういうこれに限らず無限に達していく。で、それが発散してしまうものをあえてですね、解析接続っていう、後でちょっと説明する、手法によって有限の値に落とし込んであげる。その結果それがうまくいく。世の中をしっかりと説明できるようになるっていう感じなんですね。そういういろんなですね、無限はたくさん足していかなきゃいけないっていうのがですね、計算上物理の世界。特にちっちゃい世界での動きを考えたときに、そのたくさん足していくっていう話が出てくるんですね。そのところでどういうふうにじゃあそのたくさん足していくっていうのを扱おうって考えたときに、いろんな理論が出てきたんですよ。繰り込み理論とか聞いたことありますかね。これはですね、日本のですね、友永慎一郎さんっていう方がですね、ノーベル物理学賞を、受賞してるんですけど、そういう繰り込み理論とか、これも無限に足されているものを何とかして有限の値に落とし込もう。で、それの有限の値が得られたものがすごくですね、現実に沿っていると。例えば、今回の次元のやつ以外にも、超弦理論ではよく使われたり、あとカシミール効果っていうですね、
カシミール効果っていうのはめっちゃ狭い距離にある日光の銅板みたいなものを近づけた時に力が働くんですけど、その力とかもですね、どうやらですね、こういう1たす2たす3たす点々点とかね、そういう無限和っていうものを有限の値に無理やり落とし込んであげることによって、うまくそれが説明できたりするっていうね。もうなんかよくわかんないですよね。細かい世界になればなるほどわけわかんなくなってくるんですよ。皆さんが想像もつかないようなことが起こってくる。実際相対性理論、時間が遅くなるとかもよくわかんないじゃないですか。もうだから世の中って不思議がいっぱいなんですよ。皆さんがですね、今見ている世界っていうものを見渡して、こういう風になっているなっていう風に理解していることも、実はですね、ちょっとね、計算していくと、ここの常識が変わってくるぞと、時間っていうものが変わりうるし、1たす2たす3たす点々点っていうものも、もしかしたらマイナス12分の1っていう風に世の中は動いてるかもしれないし、なんかもうよくわからんみたいな、そういうね、それが逆に面白いと思う方は、そういった研究の道に進んでもらってもいいのかなというふうに思います。はい。これが超弦理論のちょっとしたね、導入だったわけなんですけど、最後にですね、解析接続について、本当に浅くですね、要は高校の数学の範囲で分かるように、軽くですね、説明していきますね。解析接続っていうのはですね、簡単に言うと定義域を広げていこうということなんですよ。例えばなんですけど、y イコール x2乗定義域が0から1っていうものがあるとするじゃないですか。そうしたら、これグラフで書くとこういうやつですよね。はい。この y イコール x2乗、ここの範囲のものをですね、ここだけでしか定義されてないわけなんですけど、じゃあそれをですね、x が0より小さい場合だったり、1より大きい場合についても、じゃあ拡張していこうって考えた場合に、微分可能。ちょっとここからはですね、難しくなってくるかもしれないんですけど、なんか聞き流してもらえば大丈夫です。微分可能性ですね。微分が可能っていう性質を保って定義域を広げていこうっていうふうに考えた場合に、どうやって広げられますかね。そうしたら例えばなんですけど、いろんな広げ方があって、普通に y イコール x2乗をそのままこうやって拡張してあげるもよし、はたまたですね、こう来てこういうふうに広げてあげるもよしなんですよ。はい。いろんな広げ方が出てきちゃうわけなんですね。y イコール x2乗、0以上1以下っていうものと、微分可能性を保って定義域を広げていくってなったらですね、y イコール x2乗だけで広げる必要はなくて、いろんな広げ方が出てきてしまうっていうのが、定義域を広げる時の問題点なんですけどね。これが、複素数の世界になってきたら変わるわけなんですね。複素関数と。複素関数で広げていくと。複素数の範囲で広げていくってことですね。どういうことかっていうと、これですね、例えば x イコール1だったら y イコール1、x イコール2分の1だったら y イコール4分の1って、関数は普通、ある x に対してある y を返すわけなんですけど、それと同じにそれが複素数の範囲で拡張してあげると、例えば1に対して1返すだけじゃなくて、1プラス i に何かの複素数を返す。ある複素数を入れたら、それに対して別の複素数を返すっていうのが複素関数になってくるわけなんですね。で、そういう複素関数、そこからですね、複素平面とか二次元に対して、二次元の値を返すっていうので、四次元的だったり、ベクトル場的に考えていくわけなんですけど、これは難しい。とにかく、複素数的に考えていくと、これですね、拡張の方法は一通りに定まるんですね。別の表現をすると、ある定義域の範囲で2つのですね、関数があって、この青のやつと黄色のやつ。全く一緒だったとするとですね、これは他の部分でも全く同じ動きをする。全く同じですよっていうふうに言えるんですね。これは XY 平面においてはいろんな広げ方があるから成り立たないんですけど、複素数の範囲だったら成り立つわけなんですよ。微分可能性、生息性っていうんですけど、を保って定義域を複素数の範囲に広げていったら、完全にですね、もう一通り一致の定義、一通りに定まると。この関数とこの関数は同じものだって言えるよっていうのが一致の定理なんですね。ということから、これですね、例えば1プラス r プラス r の2乗プラス点々点と、これですね、等比数ですよね、和ですよね。これは高校数学の数3の範囲でやってあげると1マイナス r 分の1っていうふうに言えるわけじゃないですか。で、これですね、ここの部分っていうのは、よく考えてみると、その収束半径っていう言い方だとあれなんですけど、R の大きさ、絶対値が1未満の場合に、
これ収束するわけですよね。はい、収束する場合は R の絶対値が1より小さい場合。一方で 1-R 分の1っていうのは R が1以外だったら定義できるわけなんですよ。ということで、解析接続っていうのは、まずこれ1プラス R プラス R 2乗足す点々点イコール1 R 分の1っていうところが、少なくとも R 絶対値1未満のところでは、これの式は成り立っているわけで、要はこのある部分では一致してるわけですよね。ある部分で一致しているわけだから、それ以外の部分でも一致しているよねっていうふうに見えるっていうことで、それを利用して、この R 絶対値1未満以外の部分、1-R 分の1、要は R が1以外の全てのところにおいて、この関数を割り当ててあげようっていうのが解析接続なんですよ。こういうふうに定義域を広げてあげる。こういう、狭い定義域でしか成り立たないものを別のですね、その表示系っていうか、別の表示で与えてあげる。これをですね、ちょっと例えば R に2を入れてあげることによって、1の足す2足す2の2乗足す2の3乗足す点々点って無限に足してあげると 1-2 分の1はマイナス1とか、R にマイナス1を入れてあげれば、足す点々点イコールマイナス1入れたら2分の1になりますよね。はい、こういったものがね、出てきちゃったりするんですよね。なんかもうよくわかんないですよね。これさっきやったやつですね。さっきやったやつとかが出てきて、これわけわからんってなるんですけど、これ実は、これは自体は成り立たないけれども、別の表示形でうまくですね、定義域を拡張させたっていう風にすることによって、この式に意味を持たせようっていう感じなんですね。はい。なんかもうよくわかんないけど、なんかこう、うまくつなげてあげているっていうことなんだな。複素数の範囲まで広げていくとなんか、よくわかんないことが出てくるのか、みたいな。解析接続の世界、不思議ですよね。じゃあ最後にですね、1たす2たす3たす点々点の話で締めようと思います。皆さん、ゼータ関数って聞いたことありますかね？ゼータ関数。これはですね、1の S 乗分の1たす2の S 乗分の1たす3の S 乗分の1たすと。こういったものですね、足し合わせていったものをゼータ関数っていうふうに言うんですけど、このゼータ関数はですね、例えば S イコール2の場合、こういう1の2乗分の1たす2の2乗分の1たす3の2乗分の1たす点々点っていうものはですね、これ有名なバーゼル問題ってやつで6分の π の乗に収束するって言われてるんですね。他にも、このゼータ関数、この 4が入った場合ですね。これもですね、収束が知られていて、90分の π4 乗に収束するというふうに言われてるんですね。はい。これが S イコール4の場合。こんな感じで収束するわけなんですけど、例えば S イコール1の場合、1分の1たす2分の1たす3分の1たす点々点。これは収束しないことが知られてるんですよ。こんな感じで、実はですね、これ S が1より大きいとき、この場合だけ収束するというふうに言われてるんですよ。なるほど。じゃあこれ自体は S が1より大きいっていうふうに場合しか定義できないんですけど、このですね、ゼータ関数、別の表示形がありまして、例えばですね、こんな感じで表示されたり、いろんなね、表示形があるんですよ、ゼータ関数、ややこしいことに。そういう、別の表示形を使って定義域を拡張してあげると、定義域を拡張してあげることによって、うまくやるとですね、そのゼータ関数イコールマイナス1。これマイナス1。1のマイナス1乗分の1は1ですね。2のマイナス1乗分の1は2ですね。3のマイナス1乗分の1は3ですね。点々点と。こういうのをですね、これを使って拡張してあげるとマイナス12分の1になるわけなんですね。はい。なるほど。だから解析接続をしてあげて、定義域を広げてあげて、計算するとマイナス12分の1になると。一番最初にラージ S イコールみたいな感じで置いて、本当はやっちゃいけないような試験機をたくさんやって、なんかマイナス12分の1出てきた、やったぜ、みたいな感じで、ああいう風に導くのは、ちょっとね、ダメなんですけど、こういう形でやってあげると、意味のある、1たす2たす3たす点々点イコールマイナス12分の1っていうのは、解析接続っていう、そういう土俵を経てやってあげると、意味のある形だったんだなっていうことが、別の意味で導かれるわけなんですね。もちろんこれ正しいわけじゃないけども、正しいっていうふうにしてあげることによって意味のある、ものが導かれている。で、この形に基づいて世の中って、特に微小な世界において、これで動いていたりするので、これ、なんかよくわからんわっていうね、風に鼻で笑うのではなくてですね、こういう世界もあるんだなってちょっと受け入れなきゃいけない。
腑に落ちないところはね、あると思いますね。ただね、1個だけ注意してください。皆さんですね、大学入試だったり、高校のテストとかでね、これ、はい、マイナス12分の1、解析接続したら正解だからっていうふうにね、先生にへりくつ言わないようにしてくださいね。×なので、僕も×つけますね。はい。ということで、それだけ注意してください。はい、ということで、1たす2たす3たす点々点イコールマイナス12分の1。なんかそれでもいいかっていうふうにね、思った方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。